ペットの毛で世界に一つだけのネックレス作り。映像さえ真似すれば誰でも作ることができます。キットのネックレスはこんな感じです。ネックレスの材質はプラチナメッキのシルバー。プラチナは反応性が少ない上に安定しているので、水に触れても簡単に変色しないでしょう。そのためネックレスをしたまま洗っても大丈夫です。アレルギーがひどい方にも安全。ネックレスペンダントはペットの毛で作って、固有の色と木目がそのまま感じられます。綺麗でしょう。私たちはこのペンダントを毛玉と呼びます。しかし考えと違う時もあります。色が白くて毛が薄いと作業液と透明度が似ているのでよく見えないかもしれません。氷水に入った氷のようにですね。あと白い毛についたホコリは特によく見えるので、ホコリを取り除くためには直接取り除くか、ペットを洗った後毛を溶かしてください。作業液で固めたら毛色が濃くなって、いろいろな色の毛を入れるとお互いに干渉が起こる可能性があります。識別に区画を分けて製作すればよくなります。毛が少なくても心配しないでください。1本でもあれば製作が可能です。レジンには大きく分けて2種類あります。UV レジンと二液型レジンです。UV レジンは6分ほどで固まるのですぐに作れるという長所がありますが、毛を入れて作業するので光が中まで届かなくて完成度が落ちます。だからこそこのキットでは最高級の二液型クリスタレジンを使用します。人工宝石の製作に使われるほど透明で美しく最高の強度を誇ります。レジンは時間が経つと黄ばみがきます。レジン分子の結合が緩み、黄色だけ反射する現象です。分子結合を緩める原因はエネルギーの強い光、つまり紫外線です。日光をたくさん浴びるとすぐに黄色に変わります。この2つは2020年12月に同じ毛で作りました。これがキットのレジンで作ったもので、これが他社のレジンで作ったものです。確かに違いがありますよね。このようにキットに入っているレジンは応変抵抗性の高いレジンなので、太陽が強い日には服の中に入れてくださるなど、少しだけ気を使ってくだされば5年くらいは大丈夫です。このように完成度の高い高級レジンであるため、固めるには24時間がかかり、製作には約3日ほどかかります。プレゼントでしたら期間をよく考慮してください。レジンは固めるとき、温度が高すぎると気泡ができ、温度が低すぎると固まりにくいです。最適な作業温度は15から32度です。当然ですが、レジンは食べてはいけません。もし食べたら近くの病院に行って診察を受けてください。もちろん目に留まってもいけません。ゴワゴワした毛を作業中に目についたりもするので、必ず注意してください。服についたレジンは絶対消えないから、大事にしている服につかないように注意してください。もし肌に触れたら、それは大丈夫です。ティッシュで拭いてから水でよく洗ってください。それでもベタベタしたら、エタノールでもう一度洗ってください。キットの箱を開け、説明書と構成品を取り出してください。説明書のチェックリストから構成品がすべてあることを確認してください。もし問題があったら E メールで連絡してください。韓国人の速さで応対させていただきます。毛をあらかじめ用意してください。量は別に構いません。毛によって好みによって違ったりもして、思ったよりたくさん必要ないからです。では始めましょうか。
おっと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 、ちょっと待ってください。もう一つ準備することが残っています。始める前に毛を巻いておくのを忘れるところでした。毛を豆くらいの大きさで4から5本巻いて準備してください。あまり小さく丸めると毛が均一に伸びず、緩すぎると作業しにくくなるので、適度に巻いてください。こんなにもゴワゴワした毛はまとまらないので、折りたたむ感じで準備してください。折れないんですか？しょうがないですよ。うちの子の毛ですもん。入ってくれと祈れば入るかもしれません。じゃあ、本当にスタート。初日、床を保護するために丸3個マークが上に来るように紙を下に敷いてください。この保護紙は完成するまで捨てないでください。ラテックス手袋をはめます。手にレジンがつくと気分があまり良くないからです。挟まなくても大変なことにはなりません。計量カップに1番レジンを 5ml、2番レジンを 3ml、合わせて計 8ml 入れてください。レジンは2日目にもう一度使うので捨てないでください。木のスティックで混ぜると一時的に白く濁ります。驚かなくて大丈夫、正常な反応です。混ぜるスピードは動画より速くしないでください。速すぎると気泡が多くなってしまいます。3から5分ほど混ぜると再び透明になってきます。それがしっかり混ざったサインです。混ぜ終わったかなと思ったら、木のスティックを立ててカップの縁を軽くこすってください。もしかげろうのように見える部分があれば、そこはまだ混ざっていません。この部分は特に混ざりにくいので注意が必要です。少し気泡が入ってしまったかもしれません。少しだけ気泡が抜けるのを待ちましょう。その間に軽くストレッチをすると、ストレートネックの予防にもなりますよ。気泡が抜けるのに5分くらいかかります。放置しすぎると固まり始めるので、忘れないようにタイマーをセットしてください。気泡が抜けたら、レジンをモールドに注ぎましょう。一雫ずつ入り口が塞がらないように、ゆっくり移してください。入り口の周りが乾燥するほど注いでください。レジンがうまく入ったかどうかは、横から見るとわかります。もしレジンで入り口が詰まってしまった場合は、ティッシュで拭いてから続けて注いでください。一度詰まるとその後も詰まりやすくなるので、レジンが入り口を塞がないように気をつけましょう。A のようにしっかり入ったと思ったら、気泡が表面に残っていないか確認しましょう。中にある気泡は模様として可愛く見えることもありますが、表面に残った気泡は仕上がりを損ねてしまいます。気泡までしっかり確認できたら、レジンを上からたっぷりと注いでください。実際に作業をすると分かりますが、毛はレジンを吸います。レジンは硬化時に収縮するため、気泡を減らすためにも、このくらい注いでおくのがコツです。まずは毛束を1つ入れてみましょう。入れるときはゆっくりレジンに浸しながら入れると気泡が入りにくくなります。入れた毛の量や雰囲気を確認してみてください。足りないと思ったら、その時に毛束をもう1つ追加しましょう。最初からたくさん入れてしまうと、後で取り出すのが難しくなります。入れすぎると毛が表に飛び出してしまい、見た目が悪くなります。通常は2から3個ほど入れるときれいに仕上がりますが、毛の色や質感によって調整してください。入れた毛の位置は爪楊枝で整えてください。毛の色が複数ある場合は、このように配色を工夫することもできます。世界に一つ、自分だけのうちの子グッズを作ってみましょう。最後に気泡が残っていないかもう一度確認します。特に表面にある気泡は爪楊枝で取り除いてください。横に少し溢れても大丈夫なので、レジンをさらに注いでください。これにより気泡の逃げ道にもなり、
硬化時の収縮も補ってくれます。後片付けを楽にするため、残ったレジンは横に倒して一緒に固めておくと、翌日の処理がぐっと楽になります。15から32度の安全な場所で24時間硬化させてください。人通りの少ない場所に置くのがおすすめです。工房では寒い冬に暖かいパソコンの上で硬化させることもあります。2日目、計量カップに残ったレジンが固まっていれば、毛玉もしっかり固まっているはずです。カップのレジンは剥がして処分してください。ガムテープで剥がすと、カップをもう一度使うこともできます。時間が経っても指紋がついたり、固まっていない場合は、計量ミスや温度が合っていない可能性があります。最初からやり直してくださいね。キャレット。毛玉を取り出しやすくするために、モールド全体に空気が入るように、ぐにゃぐにゃと軽く揉んでいきます。モールドから外すには少し力がいります。動画のように両手でしっかり持ち、親指でぐっと押し出してください。前の4本の指でしっかり開くのがコツです。どうしても外れない場合は、カットしていただいても大丈夫です。ただし、毛玉に傷がつかないように気をつけてください。ただ、一度カットすると、モールドは再利用できません。通常は15回以上繰り返し使えます。毛玉がきれいにできているか確認しましょう。もし気に入らなければ、最初から作り直して OK です。キャレット。毛玉の上部分をニッパーでカットしてください。柱を一気に切ろうとせず、上の方から少しずつカットしてください。切るときは周りに飛び散ることがあるので、気をつけましょう。カット後に段差が残らないように、できるだけ根元で切ってください。コンカットした面だけを紙やすりで削ってください。毛玉のツヤがある部分には紙やすりが当たらないように注意しましょう。ツヤがなくなってしまいます。もしうっかり削ってしまっても、Day1に戻らなくても大丈夫です。まずは仕上げましょう。ウェットティッシュで拭いても繊維が引っかからなくなるまでしっかり削ってください。削り終わったら紙やすりは再利用しても処分しても OK です。削った面が上になるようにモールドの上に置いてください。接着剤の本体とキャップをしっかり合体させてから、紙の上にお豆くらいの量を出してください。ビーズキャップを接着剤に軽くつけて毛玉に貼り付けます。接着剤は少しだけつけてください。多すぎるとビーズキャップの周りに白く見えます。ビーズキャップがくっつくまでに3から5分ほどかかります。その間にも次の作業の準備をしましょう。用紙2つとレジンをそれぞれ用意してください。紙の上に謎の丸3個印があるはずです。1番レジンはただ丸の部分に2箇所、2番レジンは二重丸の部分に1箇所入れてください。それぞれが混ざらないように爪楊枝は別々のものをご使用ください。丸印をすべて埋めたら、2番のレジンを取った爪楊枝でよく混ぜてください。あえて2番の爪楊枝で混ぜるのは、硬化剤の割合を少しだけ多めにして失敗を防ぐためです。必ず2番の爪楊枝で混ぜてくださいね。レジンをビーズキャップと毛玉の間に塗ってください。接着剤はフェイクです。本当の接着はこのレジンです。塗りすぎると固まる間に流れ出してしまうので、キャップを覆ってヤスリをかけた部分が隠れるくらいで OK です。ビーズキャップが真上を向くようにモールドの上にそっと置いてください。斜めになるとそのまま斜めに固まってしまいます。慎重に置きましょう。このまま24時間安全な場所で固めてください。3日目。はい、しっかり固まりましたね。これでほぼ完成です。
ネックレスのチェーンにバチカンを通しましょう。その時、チェーンがねじれないように、一度ロックして作業するとやりやすいです。ニッパーでバチカンの小さい輪を横にずらしてください。ビーズキャップが通るくらい少しだけで OK です。毛玉を通したらニッパーで元に戻します。力を入れすぎると割れてしまうので慎重に。きれいに閉じたらこんな感じになります。これで製作完了です。完成したネックレスは箱にきれいに詰めて保管したり、大切な人へのプレゼントにもぴったり。もしかしたらそれはあなた自身のためのものかもしれませんね。最後まで作り上げたあなた、さすがですね。決して簡単な作業ではなかったはずですが、楽しみながら最後まで取り組んでくださってありがとうございました。本当にお疲れ様でした。2016年、韓国 MNGB は保護動物シェルターの財政難を解決するために、シェルターで抜け落ちた動物の毛を製品化し、収益化を目指しました。毛糸、クッションの中綿、フェルト人形など、数々の試行錯誤の待つ現在の技術を開発。毛を使った製品化の先駆者として、毛に合う最適な高品質のレジンを厳選し、長年のノウハウをキットと動画に詰め込みました。このキットを通して、たくさんの方がふわふわな思い出を可愛く残せますように心より願っております。売上の一部は MNGB と契約する保護施設に寄付されます。ご利用いただきありがとうございます。